はい、こんにちは、梅野です。本日はバラの写真を撮りに来ております。はい、バラの写真は、去年に撮り方の動画をやりましたので、本日はレンズ別の撮り方のご紹介をしたいと思います。広角レンズ、標準、望遠レンズ、それぞれ使ってバラの写真を撮っていきましょう。はい、1枚目は超広角レンズで撮っていきます。バラ普通に咲いているわけじゃなくて、このなんかガーデンみたいなアーチみたいなところに咲いてますので、ちょっと円形、中形、近形という撮り方はしにくいので、ここはあとアングルを変えて撮っていきます。で撮っていくお花ここなんですけれども、これをローアングルから構えて、高さを表現するのと、ちょっとこの葉っぱの間に太陽を配置することで、太陽をこうキュピンとさせて撮っていきたいと思います。はい、カメラの設定していきます。太陽をキュピンとさせたいので F 値は絞りまして F10 に設定しました。この場合でシャッタースピード80分の1秒になってますけれども、焦点距離は 24mm で撮っていきますので、手ブレしないのでこのままで OK です。露出プラマイゼロのマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。下から狙いまして、バラが右側にあって、葉っぱの木漏れ日から太陽が出ています。F 値10に設定したことで、太陽のこの光線がキュピーンとなって演出になったんじゃないかなと思います。で本来はですね、その近景、中景、円形っていうのを撮りたかったんですけども、ちょっとアーチ型のバラしかなかったので、今回はちょっと高さを表現するような感じで撮ってみました。それでは次撮っていきましょう。はい、次は 50mm の標準レンズで撮っていきましょう。はい、次ここ撮っていきます。地面の下のところに、ちょっと若干からかけてますけども、バラと光が当たっている葉っぱがありますので、ここを撮っていきます。で地面が近いんで、地面が映ってしまうんですけど、この 50mm のレンズは、F1.8 かなり明るいレンズでボケさせることができますので、ここにピントを合わせれば地面はボケます。でこの辺は、ディティールが残った感じで光が当たっているのは分かると思いますので、このバラにピントを合わせて3分割の構造を使って撮っていきましょう。はい、カメラを設定していきます。地面は映したくなくてボケさせたいので F 値 1.8 に設定しました。この場合でシャッタースピードは5000分の1秒出てますので、ISO感度100で OK です。ちょっと明るくなりすぎるかなと思ったので、露出はマイナス 1.0 に設定してマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。ピントはバラのところに合わせまして3分割の左上の交差点に配置しています。F 値 1.8 にしたことでバラのところにはピントが合ってるんですけど、そのすぐ後ろの葉っぱのところはボケまして、光が当たっている感じは表現できています。で地面はもう完全にボケさせることができまして、でこの葉、枯葉に光が当たってちょっと玉ボケっぽくなってますので、地面っていうのがわからないぐらいボケてくれました。背景のこの地面は完全にボケて、で中間の葉っぱのところは、ディティールが分かるぐらいでボケて、バラのところはしっかりピントがあってなってますので、奥行き感というか立体感を感じる写真になってます。それでは次撮っていきましょう。はい、では次もこの 50mm の標準レンズで撮っていきます。次はもうシンプルに日の丸構造を使って撮っていきます。ここにちょっと光が当たってますので、これをハイライト重点速攻と露出をちょっと落とすことで、背景は暗くしてこの光が当たっているところだけが映るような写真を撮っていこうと思います。はい、カメラの設定していきます。F 値 1.8 やと花びらの手前の部分しかピントが合わないので F 値 2.22、若干絞ってもうちょっとピントが合う範囲を広げていきます。この場合でシャッタースピード2000分の1秒出てますので ISO感度100で OK です。でハイライト重点速攻に設定して露出値をマイナス 1.0 に下げて、光が当たっていないところは真っ暗にして撮っていこうと思います。
はい、撮れた写真がこんな感じになります。シンプルに日の丸構図を使いまして、でハイライト、重点速攻と露出を下げて撮ったことで、背景は暗くなりまして、光が当たっている花びらだけが、映るような写真になってます。でシャドウの部分の、階調も、綺麗に出てまして、明るいところから暗いところへのグラデーションも綺麗に出たかと思います。で日の丸構図を使いましたので、何が撮りたかったのか、明確な写真になったのと、どういう写真を撮りたかったのかも分かりやすいかと思います。それでは次撮っていきましょう。はい、次ここのアーチの上の部分に光が当たっているバラが咲いてますので、そこを望遠レンズで撮っていきます。光が結構強く当たってまして、画面で見る限りは白飛びしそうなので、ハイライト重点速攻を使って撮っていきます。撮る場所としては、ここにバラがあるんですけれども、3分割の下のラインにこのアーチの上のところ、持ってくる、こういう感じかな、持ってきて、撮っていこうと思います。はい、カメラを設定していきます。F 値は 2.8 に設定しまして、ピントが合っているバラ以外はちょっとボケさせて撮っていきたいなと思います。シャッタースピードは2000分の1秒出てますので、ISO感度100で OK です。で露出プラマイゼロのハイライト重点速攻を使って、光の当たっているバラ以外はちょっと暗めに撮っていきます。で明暗さをつけることで、メリハリのある写真になるんじゃないかなと思います。はい、撮った写真がこんな感じになります。左側のところにあるバラにピントを合わせまして、で3分割の、下の横のラインのところに、横並びというか、ラインを置いて撮っています。でハイライト重点速攻を使ったことで、白飛びせず、で他のところはちょっと暗めに写って明暗さを表現できて、メリハリのある写真になったんじゃないかなと思います。で背景真っ黒でもよかったんですけれども、ちょっと青が入ることで窮屈すぎない写真になったんじゃないかと思います。はい、次はここのアーチのとこ撮っていきます。でここも上にいっぱい咲いてますので、ここに見えるかな、ちょっと背の高いバラがありますので、そこにピント合わせて撮っていきます。で背景にこの木があると思うんですけれども、木の合間が、玉ボケになりますので、シンプルに日の丸構図を使って背の高いバラを撮りまして、で背景に玉ボケを入れて演出を作って撮っていきたいと思います。はい、カメラを設定していきます。後ろの玉ボケを出したいので F 値は 2.8 に設定しました。で実際のところに向けると、逆光になりますので、確か2000分の1秒ぐらいシャッタースピード出てましたので ISO 感度100で OK です。でここもですね、露出プラマイゼロのハイライト重点速攻を使って白飛びしないように、色が飛ばないように撮っていきたいと思います。はい、撮った写真がこんな感じになります。シンプルに日の丸構図を使いまして、ど真ん中にピント合わせたバラを持ってきています。で縦構図を使ったことで、このバラのちょっと高さと、あと下に生えている緑の葉っぱを入れて色彩を多くして撮ってみました。F 値 2.8 に設定したことで、背景の木漏れ日が玉ボケになってくれましたので、バラを囲むように玉ボケができて演出になったんじゃないかなと思います。はい、本日はレンズ別のバラの撮り方をご紹介いたしました。広角、標準、望遠3つのレンズを使ってバラの写真を撮ってみました。レンズによってこの特性っていうのがそれぞれ違いますので、それを活かして撮ってあげることで写真のバリエーションを出すことができます。そしたら今日はこの辺で帰りたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。
知らぬ野の草さえ溢れる笑顔見せて迎えてくれる。